ストーンズ何があったんでしょうか。歌の進化がね、本当にすごい。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ストーンズ My Only。こちらのミュージックビデオを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、今回の My Only なんですけど、歌唱力がエグすぎましたね。声の出し方的な発声方法はもちろんそうなんですけど、それ以上に歌の表現力がですね、世界最高峰だったんじゃないかなっていうふうに思います。そういった部分を徹底的に分析し解説しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速 SixTONES My Only 歌声分析 GO!お、クロアチアの夜景かな。ういー。いやー、入りすごく染みますね。マイオンリーはバラードなのか。いや、僕ね、ストーンズのバラード大好きだから嬉しいですね。で、この全員で歌ってる歌のフレーズなんですけど、ラジオボイスみたいな加工が入ってますよね。これディストーションっていう加工で、歌声が一歩引いたようなこの雰囲気がですね、すごく味がありますよね。うわ、来た！来ましたね。松村さんのこの美しくて儚い歌声。これは裏声を主体としたミックスボイスっていう声です。ミックスボイスっていうのは地声と裏声を混ぜたような歌声のことを言います。それぞれの歌声をどの割合で混ぜるかによってミックスボイスの歌声はですね、大きく変化します。地声を強くすると力強い感じになりますし、裏声を多くすると松村さんみたいに美しい感じになります。ただ両方とも共通しているのは、声を出している本人の感覚としては裏声に近いです。で、具体的な声を出すイメージ、感覚の話なんですけど、松村さんの歌声の場合は鼻の中にですね、いっぱい声を入れるような発声方法になります。もう一回聞いてみましょう。いい声。みたいな。僕あんまり上手くないですけど、今声の7割ぐらいを鼻に通すような感じで歌ってみました。質感としては近からずとも遠からずっていうところまでは出せるようになったんですけど、もう1年ぐらい練習してるんですよ、僕実は。でもまだまだ全然できない。すごい難しい声の出し方。いいですね。ジェシーさんと京本さんなんですね、A メロ出だしは。で、ジェシーさんの声の出し方はですね、肺の中の胸腔共鳴というところをメインにした歌声です。主に声の太さだったり、声の力強さをコントロールするポイント。そこで作られた声を鼻に通すような発声方法ですね。で、声全体的に、って音が入ってますよね。これウィスパーボイスっていうテクニックです。耳元で囁くような雰囲気をですね、作り出すことができます。で、京本さんはですね、鼻の中のですね、鼻腔共鳴っていうところの音色をメインで使った歌声です。これが京本さんの歌声の特徴かな。もう一回聞いてみましょう。大嫌なあの映画見たい。ジェシーさんの声の出し方を僕が真似するとこういう感じの歌声になるかな。で、京本さんが立ち尽くす目の中ロンリーナイこういう感じになるかな。ちょっと今鼻腔の音色を大げさにやってみましたけど、鼻腔共鳴の使い方としては歌声に鼻声の音色をプラスするような声の出し方になります。今僕の中で京本さんの歌声で一番好きなテクニックが出てきました。涙の後たどってのこの手のところの裏声にひっくり返した歌い方がめちゃくちゃ色気たっぷりですよね。で、順番が前後してしまうんですけど、ジェシーさんの歌声、ここでちょっと音色変えてます。先ほどは胸腔共鳴をメインにして少しだけ鼻腔共鳴を使ってるっていうお話をしたと思うんですけど、
ここではですね、鼻腔共鳴の音色を少し下げて、口の中の口腔共鳴っていうところの音色をですね、使ってます。口腔共鳴っていうのは主に言葉の輪郭のコントロールだったり、あとは口の大きさによっては声量のブースト効果、あとは喜怒哀楽の感情を歌声に乗せる。この辺をですね、コントロールするポイントです。もう一回聞いてみましょう。すごく染みますね。ジェシーさんと京本さんの2人の感情がですね、一つにこう溶け合う歌声というか、歌割りというかね、最高ですね。で、ここでの松村さんはですね、ミックスボイスではなく地声を使ってますね。音色成分的には口腔共鳴と鼻腔共鳴、この2つをですね、同じぐらいの割合で使った歌声かなっていうふうに思います。その手を握れたなら、こんな感じかな。もっと儚さ全開の歌声ですけど、松村さんは。声の出し方とか音色成分としては僕やるとこういう感じかなっていうふうに思います。で、びっくりしたのがコーチさんの歌声なんですけど、普段はですね、口腔共鳴の音色をメインで使った歌声を披露することが多かったんですけど、ここでは胸腔共鳴と口腔共鳴、この2つを使っていて、胸腔共鳴の音色の方がやや多いんですよね。だからいつもの少年のような無邪気な歌声というか、キリッとこう引き締まったような大人っぽい歌声を表現してます。もう一回聞いてみましょう。ね。で、最後の世界、ここめちゃくちゃ難しいんですよ、実は。この速いフレージングね。これ、ちりめんビブラートっていうビブラートをしながら音をはーっていう風にフォールさせるっていうテクニックを2つ使うようなフレージングなんですよね。しかもかなりスピードのあるフレージングなので相当難しいと思います。R&B 歌手とかがよく使うテクニックなんですよね、これ。モノクロも色づく淡い世界。いや、難しい。僕完璧にはできないな。これ相当練習しないと無理かなっていうふうに思います。いや、素晴らしいですね。かっこいい。二人の声が重なった瞬間のこの一体感ね、やっぱさすがですよね、ストーンズ。ストーンズじゃないとこの歌声の一体感は出せないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。もう一回聞いてみましょう。かっこいいよね、ここ。で、2人ともスタッカートで歌ってるんですよね。音を切るテクニックなんですけど、この音を切るポイントをですね、2人でぴったり揃えてるんですよ。こういった細かいところのチームワークがですね、このかっこよさにつながってると思うんですよ、僕。さらっと歌ってるようで、緻密に打ち合わせをして一つの作品を作るっていう、このプロ意識がですね、本当に素晴らしいと思います。うわここは前半が田中さんで後半が森本さんのフレーズかな。いや、ものすごく情熱的に歌ってくれてますよね、2人とも。この切ないフレーズを力強く歌うことによってさらに切なさが増幅してますよね。で、声の出し方なんですけど、田中さんはですね、口の中の口腔共鳴をメインにして少しだけ鼻腔共鳴の音色を使ったような声の出し方になってます。で、ラップの時の田中さんの歌声って口腔共鳴メインなんですよね。そこに少しだけ胸腔共鳴を足してるというか。今回メロディーを歌うっていうことで歌声に少しツヤ感を出すために鼻腔共鳴を使ったんじゃないかなっていうふうに推測します。で、森本さんがですね、いつもは鼻腔共鳴中心なんですけど、声にパワー感をプラスするためなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、胸腔共鳴の音色も少しプラスしたような歌声になってます。もう一回聞いてみましょう。A メロから B メロにこう徐々に盛り上がっていく感じがまたたまらないですよね。かっこいい。この歌声がどんどん畳みかけてくる感じがものすごくグッときますよね。一般的な日本のバラードっていうとしっとり歌うっていう曲が多いじゃないですか。
でも今回の My Only はですね、バラードなのに力強く歌う。ここが僕的にすごくびっくりしたところで、意外にこういうバラードって海外にめちゃくちゃ多いんですよね。なので僕は今回の My Only を聞いて、SixTONES の世界挑戦が始まるんじゃないかなっていう風にちょっと思ったりしてます。もう一回聞いてみましょう。リズム的なところもものすごく強調してるし、グループ単位での世界基準の表現力。やっぱりさっき言った世界挑戦。あながち間違ってないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あくまで僕の個人的な想像でしかないんですけど、いずれにしろものすごい表現力ですね。やばい。やばいね。もうジェシーさんの歌声の実力が本領発揮っていうポイントかなっていうふうに思います。音のフレーズが難しいですよね、まず。すごく取りづらい音がずっと続いて、最後も、ここも難しい。さっきコーチさんの時に言ったちりめんビブラートを使いながら音をフォールさせるテクニックなんですよね。で、細かく言うと、タータカタカタータカタタターみたいな感じで、アクセントを置くべきポイントの音をですね、しゃくってしっかりとその音を強調させてるんですよ。だから音楽的にもすごい理にかなってる歌い方だし、声のチョイスとしてもすごく切ないような、今にも泣き出してしまいそうな雰囲気を感じる歌声っていうことでですね、ものすごく染みますよね。もう一回聞いてみましょう。すごい。音が上昇するとともにどんどんジェシーさんの歌の世界観に引き込まれていくような感じありますよね。ものすごい歌唱力。すごいね。めちゃくちゃいい。ここでは松村さんの美しい歌声チョイスなんですけど、全体的にスタッカートを使ってるから、美しいんだけどものすごく躍動感を感じるような歌声表現ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。で、最後のディストーションね。やばいね、これは。そしてサビ。楽しみ。やっぱりこのサビでの音圧がですね、たまらないですよね、SixTONESの楽曲。バラードだからこそグッとくるというか、もう一回聞いてみましょう。なんか今回いつも以上に全員で歌ってるポイントのスタッカートの合わせ方がですね、強調されてるような感じがしますね。以前の SixTONES のバラードだったらここまでスタッカート入れてなかったと思うんですよ。やっぱりこういうところもですね、世界基準の表現力なんですよね。日本のみで活動してるんだったらここまでスタッカートを意識しなくても十分伝わると思うんですけど、海外に行くと歌唱力プラスリズム感っていうところも要求されてくるんですよね。ただこのリズム的な部分を習得するのってかなり時間がかかるっていうか難しいんですよ。だからSixTONES今までも相当努力していたと思うんですけど、それを超える努力量をですね、この歌声から感じますね、僕は。感動しちゃいます。田中さんのこのハイトーン珍しくないですか？僕今までに SixTONES の楽曲40曲以上歌声分析動画公開してるんですけど、初めて聞いたかもしれないこのハイトーン。これがですね、一番最初に松村さんの時に言った地声をメインにしたミックスボイスです。もう一回聞いてみましょう。田中さんの後の森本さんのこの裏声にひっくり返したテクニックが連続で来る切ない歌い方。今回森本さん感情の込め方がえぐいですよね。また新たな森本さんの歌声が開拓されたような、そんな気がします僕。SixTONESメンバー全員の覚醒感がすごいですね。
ね。すごいですよね。もうただただ圧倒されます。今回の SixTONES の歌声に。全員で歌うところとソロで歌うところのメリハリもものすごくはっきりついていて、全員で歌うところはもう感情 100% っていう感じなんですけど、ソロで歌うところはそれぞれのストーリーが歌声から伝わってくるというか、もしかすると今回の My Only 感情の込め方っていうところもテーマの一つなのかもしれないですね。コーチさんのこのハイトーンも今回初じゃないですかね。で、コーチさんはですね、鼻の鼻腔共鳴中心のミックスボイスっていう感じです。この少年のようなあどけない歌声、ものすごく魅力的ですよね。で、その後に来る松村さんの歌声が少しお兄さん的な、聞いてホッとするような安心感のある歌声に落ち着くっていうね。もう一回聞いてみましょう。すごいね。もうこのね、すごいっていう感想に尽きるんですよ、僕の中で。進化しすぎていて。SixTONES の歌声の進化幅はですね、新曲をリリースするためにものすごい振り幅で進化してきたんですけれども、今回は過去一なんじゃないかな。そう思いませんか？ストタンの皆さん。あ、なるほどね。最初は全員だったけど、ここでは一人ずつ歌うんだ。一人で歌うことによって生まれるこの物悲しさもたまらないですね。もう一回聞いてみましょう。油断すると聞き入っちゃいますね。歌声分析っていうことを忘れてしまいそうになります。最高すぎますね。で、今の森本さんのポンって入ったかすれそうな儚い歌声、ここが一つのフックになってますよね。感情がこう来たところのスッと一瞬下がったようなポイントを森本さんが歌ってるというか、その歌声があったからこそ次のジェシーさんの歌声にぐっと引きつけられるような雰囲気あると思うんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほら。すごい。ここでもものすごいチームワークを発揮してますよね。いい。で、ここで田中さん、コーチさんの声のトーンがですね、ジェシーさん、京本さん、森本さんとかなり違うんですよね。ジェシーさん、京本さん、森本さんはですね、鼻の鼻腔共鳴を結構使ってるんですけど、田中さんとコーチさんはですね、口の口腔共鳴が中心になってます。なので、声のツヤ感を前面に出すというよりも、日常会話で話すような雰囲気をですね、ここでは重要視したような歌声になってます。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほらほら。ね、なんか、ツヤっていうか、今の2人の声、話しかけてくれてるような雰囲気の歌声になってますよね。これが口腔共鳴を中心にした時の歌声の特徴です。セリフに近いような声の質感っていうかね。いいイントロを思い出す松村さんの歌声。ここでまた美しい裏声主体のミックスボイスですよね。いい意味で聞きどころが多すぎます。マイオンリー。いいね。メロラップですよ。で、ここでラップなんですけど、口腔共鳴の音色と鼻腔共鳴の音色を使ってますね。鼻腔共鳴の方がここの声は音色成分としては多いかもしれないです。ラララーみたいな。結構強めに鼻声の音色を歌声に乗せているというか。もう一回聞いてみましょう。ほら。いいですね。なんかレゲエっぽい声質とラップのリズム感かなっていうふうに思います。すごくゆったりこう乗れる感じが心地いいですよね。
いい。で、ここでも田中さんの声にちょっと加工が入ってましたね。ケロルっていう加工です。声を聞いて電子音みたいな音質でケロケロみたいな言葉だとすごく説明しづらいんですけど、今回のマイオンリーみたいなバラードだったり R&B にですね、すごく相性のいい加工だというふうに思ってます、僕は。歌声の電子的な意味での透明感が増幅する加工っていうかね。森本さんのこの低音のメロラップもかっこいいですね。で、森本さん低音なんですけど、声の多くを鼻に入れるような発声方法を使ってます。この声の出し方を使うことによって、低音ってもともと声がこもりやすいんですけど、もわっとするっていうかね、そのモワモワ感をですね、鼻腔鏡面を多く使うことによって消したような歌声になってるんですよね。もう一回聞いてみましょう。普通に歌うとこれから俺のみたいな感じになるんですけど、鼻にいっぱい声を入れるとこれから俺の全然声変わりますよね。この後者の方の声の出し方を森本さんは使ってるんですよ。声質コントロール素晴らしいですね、森本さん。いいね。で、森本さんのところも田中さんの時と同じようにケロる加工が入ってましたね。すごく魅力たっぷりポイントでした。うわっ、松村さんもコーチさんもものすごい力強いかっこいい声でしたね。その上の音域でジェシーさんがハモってるような歌割りかな。この上の音域でハモることをですね、上ハモリって言います。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですね。このセクションごとでの音圧を使った抑揚も素晴らしいですよね。A メロはしっとり、B メロはぐっと盛り上げて、サビではさらに盛り上げるみたいな。すごく作り込まれた楽曲だなっていうふうにも思います。つながってるっていう風にコーチさん歌ったじゃないですか。このビリビリとした声はですね、シャウトボイスっていう声です。ストーンズの中ではジェシーさんだったり松村さんが使うことが多いかなっていう風に思うんですけど、あとは田中さんか。田中さんが一番多いかな。ラップでシャウトボイスを使って歌うみたいな。てか、ストーンズのメンバー全員シャウトボイス使えるんですね。僕苦手なんですよ。だからすごいなと思って。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。バックのサウンドがピタッと止まったところのコーチさんの声みたいになるじゃないですか。ここでもグッと引きつけられますよね。すごいね。1番はジェシーさんでしたけど、2番は京本さん。それぞれの声の魅力がですね、前面に表現されてるような感じですよね。メロディーの流れも切なくて超綺麗だしね。もう一回聞いてみましょう。すごく綺麗な歌い方ですよね。音域が変わっても声質が一定なんですよ。普通は音域が高くなると声が細くなったり低くなると太くなったりするんですけど、どの音域を歌っても京本さんって同じ声を表現できるんですよね。これがすごい。歌の安定感が神レベルなんですけど、この安定感を出すためには歌のベーシックな部分をですね、めちゃくちゃ鍛えないと表現できない声なんですよね。こういうところから京本さんの歌に対する熱量の高さっていうのが感じることができますよね。素晴らしい。ジェシーさんのこの声もすごいですよね。ウィスパーボイスを使ってるんですけど、息の量と声の実音がですね、同じぐらいの割合なんですよ。だから声のトーンだけ聞くと、
もっとパワーが乗ってもいいんじゃないかっていうふうに思うんですけど、実際歌のフレーズで聞いてみると一歩引いたような雰囲気が出てるっていう、このミラクルな歌声、もう一回聞いてみましょう。かっこいいですよね。でフレーズ後半になっていくとともに息の量をですねどんどん減らして声の実音を増やしていくみたいな、こういう細かいテクニックがですね神レベルですよね、ジェシーさん。かっこいいね。ダンスを踊るストーンズ。ミュージックビデオによってはダンスを踊ってるストーンズが見れない楽曲が多いっていうか、僕個人的にはダンスを踊ってるストーンズのミュージックビデオの方が少ないような気がしていて、だからダンスシーンが来ると嬉しいですね。今のジェシーさんのミックスボイスもすごく個性のある歌声でしたよね。喉をですねあえてキュッと締めてるんですよね。で声のほとんどを鼻に入れるような声の出し方かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。でジェシーさんの歌声の後のクールな田中さんの歌声もまたかっこいいですよね。この声は完璧にラップで使っている時の航空共鳴中心の歌声だと思います。なんか今思ったんですけど、今回の SixTONES が全員で歌ってるポイントって一人一人の歌声の個性を際立たせるためのポイントなんじゃないかなっていうふうに思ってきました。今の僕の感情がまさにそうなんですけど、全員で歌った後のソロパート誰が歌ってくれるんだろうっていうふうに期待しちゃってる僕がいるんですよね。それぐらい今回の SixTONES のメンバーそれぞれの歌声のですね魅力がすごすぎるんですよ。存在感がすごいっていうかね、全員で歌ってるポイントよりもソロの存在感の方がすごいってやばくないですかこれ。今の京本さんの声聞きましたか？すんごい高い声まで言ってんのに声質全く変わらないじゃないですか。これがさっき言ったことなんですよ。相当基礎練しないとこの歌声は手に入らないと思いますよ僕は。そしてその後の落ち着くコーチさんの歌声っていうこの流れもいいですよね。もう一回聞いてみましょう。たまらないですね。さっき京本さんの歌声がねハイトーンでも変わらないって言ったんですけど、一番トップの音はシャウトボイスに変えてたから厳密に言うと声質は変わってるんですけど、でもかっこいいですよね。あ、そういう流れね。ワンフレーズずつ歌いつないでいくポイント、パート割りでのスピード感を表現するポイントだここは。今回この歌声で畳みかけるパートが多いですね。さっきも一箇所あったと思うけど、もう曲の最後の最後まで目を離せないですよね。いろんな魅力が込められすぎていて。この京本さんの少しクラシック的な雰囲気の入ってる歌声僕ね大好きで、少し喉の空間を広げるんですよね。ああみたいな、この状態をキープしたまま声を鼻に入れるような発声方法なんですよ。すごいいい声ですよね。もう一回聞いてみましょう。聞こえるのところのこの裏声のところとか特に美しすぎるほど美しい声じゃないですか。だからさっき基礎練を相当やってるって言ったんですけど、クラシック出身のボイストレーナーの方に指導を受けていたんじゃないかなっていうふうに推測します。あ、こっから落ちサビ
展開も多くてめちゃくちゃ聞き応えありますね。先ほど言った地声の実音と息の音が半々ぐらいの歌声で、多分口をですね少しこう横に開いて歌ってるんじゃないかな。若干声が明るい感じがするんですけど、少しだけこう口角を上げたような。で、口角を上げる方法としてボイストレーニングではよく笑顔で歌いましょうっていう風な指導の仕方をする方多いんですけど、笑顔までやっちゃうと声が明るくなりすぎちゃうから、多分こう愛すたびみたいな、多分こういった感じで歌ったと思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。歌声が神々しすぎる。でも今聞き直してみたんですけど、さっき僕が愛すたび、この声、音色近からずとも遠からずじゃないですか。今日実演してみせてる声が全部近からずとも遠からずな感じで申し訳ないんですけど、口を横に開いて歌ってるっていうのはあながち間違ってないというふうに思います。ここがやばいね。息を投げ捨てるようなフレーズの締め方。これも初じゃないですか？松村さんが披露するのは。てか、ストーンズ何があったんでしょうか？歌の進化がね、本当にすごい。もう一回聞いてみましょう。ほら、ほら、はって。ごめんなさい。テンション上がりすぎてちょっと血迷ってしまいましたね。ごめんなさい。かっこよすぎません？終始。この後どうなるんだろう。ちらっと次の音は聞こえたんですけど、またドーンって音圧が爆発したかのような感じが来るのかな。このロングトーンは京本さんやばくない？安定感がえぐいんですけど。で、メインメロディーを歌ってる歌声のパワーもすごいしね。歌声バトルみたいな感じですよね。もう一回聞いてみましょう。すごいね。本当にすごい。いやー、今回も恐ろしいですね。ストーンズの歌声の実力が。ちょっと待ってください。一回前半で止めたじゃないですか、サビ。京本さんのロングトーンすごかったですよね。で、後半流したじゃないですか。まだ京本さんロングトーン歌ってて、すんごい長いの。やばくない？やっぱり京本さんの歌の基礎レベルはですね、本当にすごいっていう証拠ですよね。ロングトーンを長く伸ばすためには、先ほど言った歌の基礎力、細かく言うと腹式呼吸と体の使い方。これが歌の基礎的な部分なんですよ。ただこの2つだけだと京本さんみたいに長いロングトーンって歌えなくて、あともう一つ息の量のコントロール、これも必要になってくるんですよね。腹式呼吸でたくさん息を吸って、で腹筋と背筋で体の中心に向かってグッと挟み込むような体の使い方をして、その反動を利用して息を吐く。これがね、声を出すっていうところにつながるんですけど、この息の量も多くしてしまうと長いフレーズが歌えないので、少ない息の量を同じ量ずっと出し続けなきゃいけないんですよ。この息の量がブレてしまうと、そのまま声のブレにつながってしまったり、声が裏返ったりしてしまうので、この辺がですね、すごいの。最後の最後で語彙力なくなっちゃいましたけど、いやー、神だね。もう一回聞いてみましょう。ね、ずーっと伸びてんの、京本さんの声が。いやー、びっくりしました。ここに戻るわけだ。このタイミングでこのフレーズが出てくると、もうすぐ曲の終わりを迎えてしまうのかなっていう気持ちになっちゃいますよね。少し寂しい。
やっぱりこういったメインのメロディーを崩して歌うのはジェシーさんっていう感じですよね。もう音感が素晴らしすぎるからこういうテクニックが使えたりすると思うんですけど、この自由性の高さがですね、ジェシーさん素晴らしいですよね。そっか、一人ずつ歌っていく感じか。田中さん、高知さんときて、最後松村さんかな。最初も中間もそうでしたもんね。いやー、最高ですね。あと10秒あるんで見ていきますね。あ、そういう感じね。最高だった。さっきも言ったけど。以上、SixTONES My Only 歌声分析はここで終了です。いやー、SixTONESの歌声過去最大のクオリティだったんじゃないでしょうかね。どこをかいつまんでも素晴らしすぎる、まさに完璧な歌声、そして完璧な楽曲だったのではないでしょうか。分析中に言った世界進出、こちらもあながち間違いじゃないっていうふうに思ってしまうぐらい世界基準というか世界でも最高峰の表現方法を歌声で表現していたんじゃないかなっていうふうに思います。いやー、これからの SixTONES の活動楽しみですね。これからも SixTONES 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。